さあ皆さん、元気ですか？チョコレート食べてますか？今日はですね、なんと乾燥させないマカロナージュってあるじゃないですか。マカロナージュも一切しない絶対できるマカロン、こちら紹介していきます。最後まで見てもうマカロン作れるようになってください。ではやっていきましょう。お願いします。はい、じゃあ材料を紹介していきます。アーモンドパウダーと、隣がグラニュー糖、卵白、あと粉糖と、こちらも卵白ですね。卵白はメレンゲと、混ぜる用と2つ用意していきます。はい、これ次、サンドするクリームですね。ホワイトチョコレートと牛乳、こちらで作っていきます。はい、じゃあ作っていきます。まずですね、アーモンドパウダーと、この粉糖を混ぜたいんですけど、今日はもう完全手抜きなんで、一緒に直接振るっていくやり方ですね。アーモンドパウダー入れました。ここに粉糖入れます。いつもは3回ぐらい振るってくださいねとか言ってるんですけど、もう今日手抜きなんで、これも直接振るってこの下に混ざったやつが出てくるんで、これで OK です。はい、震えました。こんな感じですね。で、ここに卵白、これ加えていきます。で、これを混ぜて、ちょっとね、ペーストみたいな状態にしておきます。これゴムベラでやってるんですけど、もしなんだろう、手とかでこう、ガーってやっても、お団子作るみたいにやっても早いんで、手でも大丈夫です。はい、こんな感じですね。もうね、手で触ってもつかないぐらいな感じです。で、これちょっとラップして置いておきます。はい、じゃあ次メレンゲを作っていきます。これ卵白ですね。卵白を大きめのボウルに入れて、で、グラニュー糖、これも全部入れちゃいます。で、さっきのお湯の部分にこれを重ねて、湯煎しながらメレンゲを作っていきます。これ今結構立ち終わったんですけど、これ目が詰まってツヤもあって、今あんま動かない状態。これ湯煎しながら立てることによって目が詰まって、ちょっと火が入ったような感じで、砂糖分がすごいいっぱい入ってるので、すごいしっかりとしたメレンゲが立ちます。これがポイントですね。このメレンゲの硬さだけは間違わないようにやってみてください。はい、こっちの今、アーモンドパウダーと粉糖と卵白ですね、ペースト状態。で、メレンゲです。で、これを混ぜるだけで OK です。ちょっと一部をこっちに入れます。で、全部入れちゃうとちょっと混ざりづらいんで、ここ一生懸命混ぜてください。ちょっとずつ伸ばすような感じですね。はい、ちょっと混ざりました。でまたこれを加えていきます。これちょっとね、白と白で見づらいんですけど、まだね、混ざりきってないです。しっかり2つを混ぜ合わせたら完成です。こんな感じ。ちょっと白いんだけど、これで絞っていきます。はい、この後絞っていくんですけど、絞る前にオーブンですね。オーブンは150度予熱で、焼くときは140度で今回は焼きます。で、この板なんですけど、焼き方が結構すごい重要で、これ中にいつも備え付けになってる板ですね。これひっくり返してます。ひっくり返してるのは、この縁がいらないから、ひっくり返して平らな部分が欲しいんで、ひっくり返してます。で、このシリコンの、よくね、シルパッドとかって言ってるんですけど、これを、2枚重ねて、何がしたいかっていうと、下からの当たる熱を弱くしたいんですね。で、じっくりじっくり焼いてあげることによって、乾燥、マカロナージュが不要のマカロンになります。なので、このセット、これだけめちゃくちゃ重要なんで、これは皆さん準備してください。で、もし、これが手に入んないわって方は、
クッキングシートをやって下に薄い段ボールとかでもいいんで、要は下からの熱をゆっくりすれば綺麗に焼けます。もしなかったらそうやってやってください。じゃあ絞っていきます。はい、これマカロン生地なんですけど、今日口がね9番ですね。9番で9ミリなんですけど、これでやっていきます。サイズはどれでもいいので同じような感じで絞ってやっていってください。じゃあいきます。これ少しだけ後ろからこうトントンしてあげると表面が振動で平らになるんで、それで焼いていただけると表面結構綺麗に焼き上がると思います。ではちょっと焼いていきます。はい、綺麗に焼けました。ピエもいい感じです。はい、じゃあサンドするクリーム作っていきます。これホワイトチョコレートに今回この液体をもう全部入れちゃいます。今回手抜きなんで事前に溶かしたりしないです。入れてラップしてもらって600ワットでもう溶けるまで温めてください。じゃあちょっと入れていきます。はい、これ温めたクリームのやつですね。これちょっと泡立て器で混ぜていきます。でホワイトチョコなんで、もしチョコレートが完全に溶けてなかったら少し多めにレンジで温めてください。これ今完全に混ざった状態ですね。これを平らなバットに流して絞れるぐらいの硬さになるまで冷蔵庫でちょっと保管しておきます。焼けた生地ですね。ちょっと見てほしいんですけど、ピエもいい感じですね。適当に手抜きでやった割には綺麗にできてると思います。で、この焼き面の部分なんですけど、ちょっとね、押すとまだ少し柔らかい状態。周りはカリッとしてるんですけど、真ん中だけ少し柔らかい感じです。ここにクリームを絞って、クリームの水分がマカロンに行くことによってすごいしっとりとした美味しいマカロンになります。なので今日食べるんじゃなくて明日食べると美味しいんで、今日は3度までで完成となります。ちょっとサンドしていきます。はい、サンドできました。これでマカロン完成です。このクリームが皮に移ってすっごい美味しくなるんで、明日食べてください。完成です。さあ、最後までありがとうございます。ちょっと食べてみたいと思います。これ1日寝かしてくださいね。その方が美味しいんで。めちゃくちゃ美味しいです。ちょっとポイントのおさらいですね。見てもらったと思うんですけど、マカロナージュっていうボウルにこすりつけてやるやつ一切やってないですよね。で、乾燥もさせてないです。ただ、今回のポイントの最大の一番大事なところって焼き方なんですよ。で、オーブンによってはもしかしたら同じ焼き方をしてもできない可能性があります。その場合だけ乾燥させてください。でも今回紹介してるオーブンとかの場合だと一切いらないんで、皆さんのご家庭のやつでも多分できると思います。めちゃくちゃ美味しくクリーミーなマカロンできるようになっちゃいますので、ぜひチャレンジしてみてください。最後までありがとうございます。また皆さんに会えるのを楽しみにしております。コメントとチャンネル登録よろしくお願いします。また会いましょう。さよなら。